海と健康、そして我々の暮らしの関係性について皆さんと一緒に少し考えていければというふうに思っています。マイクロプラスチックを海にいる小さな動物性のプランクトンが食べるわけですね。でこれを小さな魚が動物プランクトンを食べることで体の中にマイクロプラスチックを取り込んでいくと。でさらにそれを大きな魚が食べて、いわゆる食物連鎖っていうね、多分小学校のお子さんたちもいると思うんですけれど、学校で勉強したことがあると思います。そういう食物連鎖で生物濃縮というものが起こって、最終的に我々が食卓でそのお魚を食べることで有害な化学物質を最終的に高濃度のものですね、我々が体に取り込んでいくようなことですね。こんなことが例えば、最近起こっている海の環境の変化と人々の健康が、ネガティブな意味で関係していることの具体的な例の一つになります。このプラネタリーヘルスという言葉は、地球環境の変化が人々の健康に及ぼす影響、これを総合的に捉えてですね、必要な解決策を研究するようなテーマになっています。地球にも人類にも優しい政策であるとか、企業の製品の開発、こういうものを進めていくこととか、学生、児童皆さんがですね、そういうような知識を深めてもらうことをお手伝いするようなことを仕事にしています。海洋、海に関して近年どういうような変化が起こっているのか、でそれによってどんな社会に影響が及ぼされているのかということについて少しですね見てみたいと思います。海の環境の変化が健康リスクの増加につながるということで、例えば具体的にどういうことなのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。ここでは今日はちょっと3つお示ししているんですが、例の1つ目はですね、海水温の上昇で有害な藻類藻ですね、海の藻が繁殖して食中毒や皮膚疾患、皮膚病ですね、こういうものを引き起こすというようなことが言われています。海水温が上昇するとですね、有害な藻が発生したり、発生の強度が高まるということがいろんな研究で示されるようになっています。でこれをですね、貝とか魚が食べて人々の食中毒につながるというようなリスクが高まっているというようなことも言われています。新型コロナウイルス感染症というものがありましたよね。ああいう感染症につながるようなリスクが高まるということが、2つ目のこの例の2つ目の言っていることです。何かというとですね、この気候変動で海水温の上昇とかこういうものも相まってですね、今まで日本の中では過ごすことができなかったような蚊が冬を越して、でその蚊が感染症を媒介するようなリスクが高まってくる可能性があるんじゃないかと言われています。例の3つ目はもう最初にお話ししたマイクロプラスチックなんですけれども、これが我々が普段食べている魚介類、シーフードを汚染する可能性っていうものが懸念されていて、こういうものを摂取することで健康被害につながってしまう可能性があるということが一つ健康リスクの増加として認識されています。海の変化はですね、今お話ししたみたいに、我々の体だけではなくて心にも影響を与えるメンタルヘルスへの影響ということも懸念されているんですね。例えば例の1つ目ですね。これは海洋生物が減少するようなことを目の当たりにすることで地球将来への不安とか無力感を感じる人が増えてしまうみたいなお話がいろいろな研究で懸念が示されるようになっています。例えば先ほどのサンゴ礁の白化ですね、ああいうものを自分が子どもの頃はきれいなサンゴがあった地域に住んでいる人なんかがだんだんその様子が変わっていくことを目の当たりにすることで将来に対する不安を覚えてしまうみたいなことですね。これはエコアングザイティという言葉があって最近すごく注目されています。環境、日本語で言うと環境不安というようなことで訳されたりするんですけれども、新しいメンタルヘルスに関する課題としてだんだん注目されるようになっています。2つ目
はですね、海面上昇とか台風が非常に激しくなって住居を失ったりですね、一時避難生活を強いられるような方が増えていく。でこういうことによってメンタルヘルスに関する疾患につながる可能性、リスクが高まるというようなことがいろいろな研究で報告されるようになってきています。PTSD とかうつ病に関連するような症状ですね、こういうことは皆さんもニュースなんかでも聞かれたことがあるんじゃないかなと思います。3つ目はですね、海岸の浸食とか海にアクセスすることが難しくなって癒しの効果を持っているような海に触れられないでストレス解消の機会が減ってしまうというような方も出てくるというようなお話があります。海はですね、レストア効果といって、この人々の心の回復をストレス緩和ですね、こういうものにつながるような効果を持っている側面があると言われているんですけれども、やっぱりそういうものにアクセスできなくなるということで、ストレス解消の機会が減るというようなことが一つ指摘されています。海の環境の変化が、人々の健康に与える影響っていうのはそういう不安とかネガティブなものだけなのかと、いやそんなことは決してなくてですね、ポジティブな影響っていうものもあるだろうということで、ちょっとここから少しだけポジティブな影響についても触れておきたいと思います。ここでは身体的な健康への影響ということで2つご紹介しておきたいと思います。1つはですね、食の安全とか栄養に関係することですね。海流の変化が起こるようなことによって今まで食べることができていたお魚が食べられなくなってしまうようなことが起こってしまう可能性ある。なんですけれども、逆に考えると今まで食べていなかったような新しいお魚がその地域で取れるようになる可能性も逆に発生する。それによって、栄養多様性という言葉を使ってるんですけれども、今まで自分たちが食することのできなかった栄養素にアクセスすることができるようになる可能性もあるんじゃないかと、そんなお話もあったりします。2つ目として寒冷関連疾患という一番右側のちょっとね漢字でまた難しい言葉かもしれないんですけれども、いわゆる冬、ものすごく寒い気候変動の影響で夏が今年もものすごく暑かったと思うんです。海水温の上昇みたいなものがそこに掛け合わさってきた時に、逆に冬にその気温の減少が下げとどまって低体温症リスクみたいなものが減少する可能性があるというようなことも言われています。これはある種の体へのポジティブな健康への影響っていうふうにも言えるかもしれません。精神的な健康、メンタルヘルスの観点についても見ておきたいと思います。先ほどですね、一番左側の災害関連のストレスということで、うつとか PTSD とか災害との関連でお話をしました。普段からですね、そういうことが起こり得るんだという心の備えにつながってくるとかですね、そういう人が地域に増えてくることによって地域全体でのメンタルヘルスへのレジリエンスっていう言葉があります。全体でのしなやかさみたいなものが高まっていくというような可能性も指摘されたりしています。あと一番右側ですね、ブルースペース効果。これ何かっていうと、海だけじゃないんですけど、実際は川とか水、人間っていうのは不思議なもので、こういう水に接するとですね、ストレスが軽減したりちょっと傷ついた心が回復するような効果があるというふうに言われています。これブルースペース効果というふうに言うんですけれども、逆に海水面の水位が上昇したりしてですね、もちろん住む場所を失ってしまうような可能性のある人たちも生まれるわけなんですけれども、逆に今まで少し遠かった存在である海が近くなるような可能性を持っている地域っていうものも当然あるわけなんですよね。でそうするとそういう海との接触の機会が増えて、メンタルヘルスの観点ではポジティブに働く可能性があるというようなことも言われたりもしています。どうしてもこういうネガティブな側面とポジティブな側面が表裏一体というような状態ですね。この海と健康の関係性にですね、テクノロジーの力がどういうふうに関わっているのかということについてちょっと触れたいと思います。でこういうドローンとか水中センサーを使うことによって、今まで
人力でいろいろ水中のデータを取っていた、人が動いてデータを取っていたようなものがより自動化するようなことが可能になる可能性があります。気象観測衛星で例えば赤潮の発生とかですね、有害物質がどういうふうに海でですね広がっていくのか、こういうものを広い地域でのデータをですね一気に取れるような可能性があるんですけれども、こういうものと先ほどのドローンでの水中のデータが混ざってくることで、交わってくることでですね、海洋の汚染のリスクを予測するような精度が高まるというようなことも言われています。海洋分析における AI とビッグデータの分析ということで、実際に海の中で起こる環境の変化というのはとても複雑なものなわけなんですけれども、これをですねより正確に分析をしたり、それが人々の健康にどういうふうに影響しているのかというようなことを深く分析するようなことにつながってくるようなことが期待されたりしています。バイオテクノロジーと呼ばれるようなですね、新しい科学技術が進展することで、新しい治療薬、お薬ですねの候補になる。しかもそれが海洋生物の由来ですね、海洋生物由来の化合物を発見することにつながる可能性があるというようなことも期待されるようになっています。私たちにできることとして、一人一人の市民消費者としてやるべきこと、やれることっていうものもありますし、関係するような社会を構成しているようなこういういろいろな組織がどんな取り組みをしているのかなということを我々見守ったり、場合によっては意見をしたりするということもとても大切になってくると思います。